年を重ねても心が痛むのはなぜか。整理されないままの感情が体に残すもの。皆さんはこんな経験はありませんか？数年前、日本のあるテレビ番組で紹介されたお話です。70代の一人の男性がいました。特に持病はありませんでしたが、夜はなかなか眠れず、血圧は上がりやすく、胃腸の調子も優れませんでした。いくつもの病院を回りましたが、特に異常は見つかりませんでした。そんなある日、カウンセリングの中で、彼は初めて奥様の話を口にしました。10年前に亡くなった奥様に、最後まで言えなかった言葉があったのです。すまなかった。人生で一番愛した人でしたが、意地が邪魔をして一度も謝ることができなかったのです。その日、彼は初めて泣きました。そして、毎日、奥様に手紙を書き始めました。すると不思議なことに、数ヶ月経つうちに、少しずつ眠れるようになり、血圧も落ち着いてきたのです。もちろん、すべての変化がそのおかげだと言い切ることはできません。しかし専門家は、長い間抑え込んでいた感情を言葉にして整理することが、ストレスを減らし、暮らしの質を高めて助けになると説明しています。なぜ、こうした感情は生まれるのでしょうか。私たちは誰でも生きていく中で大きな傷や小さな傷を経験します。親から受けた傷、夫婦の間のすれ違い、子供との誤解、裏切り、後悔、許せなかった記憶、大切な人との別れ。その時は生きていくためにじっとこらえることが精一杯だったのかもしれません。けれども、感情は消えてなくなるのではなく、心の奥深くにしまい込まれていることがあります。心理学では、こうした十分に向き合えなかった感情を未解決の課題と呼ぶことがあります。時間が経つにつれて現れる変化。多くの人は、時間が経てばすべて解決すると思っています。しかし、時間が薄れさせてくれるのは記憶の鮮やかさであって、感情そのものではないのかもしれません。言葉にできなかった怒り、最後まで言えなかった謝罪、晴らせなかった恨み、口にできなかった悲しみ。こうした感情は心の中に少しずつ積もっていきます。そしてある時から、理由もなくイライラが増えたり、些細なことで傷つきやすくなったり、人と会うのが億劫になったりすることがあるのです。特に、老年期に現れる変化。老年期は、人生を振り返る時期です。退職、配偶者との死別、友人たちとの別れ、子供の独立、体の衰え。こうした変化は、心の奥にしまい込んでいた感情を再び呼び覚ますことがあります。そのため、年を重ねると、寂しさ、虚しさ、後悔、怒り、喪失感、不安。こうした気持ちや気分の落ち込みがより強く感じられることがあります。しかし、それは決して心が弱いからではありません。長い間、整理されないままだった心が、ようやくここにいるよと知らせているのかもしれません。心は、体にも影響を与えることがあります。私たちの体と心は、つながっています。長く続くストレスや、解決されないままの感情は、体の緊張を長引かせ、眠りの質を下げ、疲れをためやすくします。そうした状態が続くと、血圧が安定しにくくなったり、胃腸の調子が悪くなったり、免疫の働きなど、
体の反応にも影響が出ることがあります。すべての病気が感情のせいで起こるとは言えません。しかし、心をいたわることは、体の健康を守る上でも大切なことの一つなのです。感情を整理すると、どんな変化が始まるのでしょうか。傷を癒すことは、過去を消すことではありません。その記憶を新しい眼差しで見つめ直すことです。多くの方が感情を整理した後、よく眠れるようになった。心が軽くなった。人ともう一度話せるようになった。生きる意欲を取り戻した。そう語っています。問題がなくなったのではありません。問題を見つめる心が変わったのです。心を整える小さな習慣。今日から始められる方法をご紹介します。一つ目、感情を否定せず、名前をつけてみてください。私は今、悲しい。私はまだ怒っている。感情を認めることが癒しの第一歩です。二つ目、誰かに話すか、文字に書いてみてください。言葉にされない感情は心の中に残りやすいものですが、話すこと書くことは気持ちの整理を助けてくれます。三つ目、許すことは相手のためではなく、自分の心を自由にするための歩みかもしれません。許すとは、過ちをなかったことにするのではなく、その記憶に、これ以上私の人生を支配させないという選択です。四つ目、一人で抱えきれないときは、家族や友人、専門のカウンセラーに話してみてください。助けを求めることは、弱さではなく、勇気です。今日、あなたの心の中に、まだ整理されていない感情は残っていませんか？遅すぎるということはありません。今日の小さな勇気が、明日の安らぎを作ります。体の健康と同じくらい、心の健康も大切です。人生100歳研究所は、皆さんが体も心も健やかに生きていけるよう、これからも寄り添ってまいります。次回の動画では、孤独はなぜ体まで痛めるのかというテーマでお話しいたします。